2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー2。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。部品紹介と組み立て。 TV キャンセラーが届きました。LXU237NBI 対応品です。想像していたより形が随分小さいです。これをつけるためにパネルを外しますが、一緒に Anycast を接続するための HDMI と USB の配線をしてしまいます。これは HDMI と USB がセットになった製品です。付属ケーブル2本とユニット本体です。これは Anycast M9 プラスです。取り付け場所はグローブボックスの中に収納します。そのために高知のケース TW547 に収納して側面に貼り付けます。ユニットはパネル取り付け仕様なので箱に穴を開けて取り付けます。このように収める予定です。爪の位置が遠いのでプラ板を貼り合わせて爪を受けるピースを作ります。そしてグローブ壁面にこのように貼り付けます。キャストをセットするとグローブの壁に沿ってこのような収まりになります。これがパッチです。2mm2 枚と 1mm を貼り合わせています。1mm パネルの上部はカットしてあります。本体を通していくとちょうどラッチが効く厚みです。爪の引っかかりでギリギリに作ってあります。カチッと言いました。ボックスの壁厚が 2mm なのでセットされるとこんな感じです。外すときは結構大変なので1回勝負で取り付けます。あとはこれをボックス壁面に貼り付けます。パネルの上をカットした理由は蓋の折り返しにあります。この折り返しがちょうど 1mm 部分に収まって蓋が閉まります。こんな具合です。ボックスの高さをもう少し低くできれば形良いのですが致し方ありません。この方向ではキャストが水平になるので良い収まりにならないのが理由です。これから本体とケーブル接続の説明をします。これは付属電源分岐ケーブルです。シガーソケット配線に割り込ませます。そしてこちら側をユニットに差し込みます。そうすると縁がブルーに光り給電では赤になります。こちらは通信用です。機能させるには専用ケーブルが必要ですが探してもありませんでした。この付属 HDMI ケーブルはナビ側が A タイプです。こちら側は良いのですが反対側をタイプ E にしなくてはなりません。なので別途こちらのケーブルを準備しました。HDMI の E タイプです。
でも反対側はタイプ A なのでこれでもつながりません。そこでこのミニタイプ C から HDMI タイプ A の変換ケーブルも準備しました。接続はこのようになります。変換ケーブルはコネクタータイプもありますが大きすぎて箱に収まりません。結果付属ケーブルは使わずこのようにします。ユニットは 3.5A インテリジェントチップを内蔵しています。なので入力が 14.5V くらいになっても出力は 5.1V と不変です。クイックチャージ型で加熱、過電流、過充電保護、充電自動停止機能があります。ユニットを組み上げました。裏は両面テープとしましたがグローブを外すことを考えマジックテープに変更します。USB 電源です。これも変更して直にオプションカプラーから取り出します。シガーソケット裏を見たらコネクター形状が違っていました。理由は適用するシガーソケットコネクターが見つからないことと電源容量を確保したいためです。蓋をビス止めして終了です。完成しました。ついでにこのユニットを外すための穴をそこに開けておきます。これがないと爪を解放できません。こちら側は簡単ですが裏はそうはいきません。めったに使いませんが念のためです。これで準備が整いました。エニーキャストの設定。まず設定画面を開いて接続をタップします。次に Wi-Fi をタップして利用可能なネットワークからエニーキャストにつなぎ替えます。ネットワークの追加からエニーキャストの SSID とパスワードを入力します。今回のみ接続を選びます。つながらない場合は一旦初期画面に戻ります。 EZ ミラーアプリタブから下のウェブをタップします。エニーキャストの表示が出ないので上の窓に IP を打ち込みます。初期画面に表示されているアドレスです。次画面の説明に従ってキャンセルをタップします。セッティングスをタップして設定画面に入ります。ナビの説明書に従いレゾリューション解像度を480ピクセルにします。エニーキャストはディフォルトで1080ピクセルなので解像度をナビに合わせます。言語に日本語はないです。前の画面に戻って WLAN からホームネットワークにつなげます。ナビ側の配線と接続。エアコンパネルを外した内部です。この下のビス2本を外します。パネル外しの動画はたくさんの方が投稿しているので割愛しますがガムテープで簡単に外れます。
セパレートする部分はここです。手前の黒枠ではありません。無理やり引っ張ると当然壊れます。ナビ背面です。つなぎ替えるハーネスは上段左から2番目のこれです。 HDMI はここになります。背面側からご覧ください。目的のハーネス位置はこことここです。カプラーを取り付けます。入りました。反対側も入りました。配線はこれしかつながっていないのですね。HDMI ケーブルをつなぎます。終わりました。あとは設置をつないで終了です。ケーブル通線はグローブボックスのすぐ近くなので簡単にできました。ビックス用の端末にもマジックテープをつけました。両面テープで貼り付けるとグローブボックスが外せないのです。グローブボックスを外して配線を接続します。右側面に取り付けます。HDMI ユニットを所定の場所に貼り付けます。USB を接続して配線をまとめます。まとめたケーブルを近くのアームに結束します。終わりました。これで Anycast 本体が隠れるので周囲がすっきりします。そしてエアコンフィルターの取り替え等も容易になります。ビックス端末を貼り付けて終了です。Anycast と USB を差し込みます。配線を整理したのにこのケーブルは長すぎますね。後でまとめます。HDMI に切り替えます。
エニーキャストの初期画面が出ました。接続完了。そして試験。取り付け完了しました。エニーキャストの設定は説明欄から別動画をご覧ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。